やっぱり大変だな、お菓子作りっていうのはねえ、材料集めはもちろんですけど、こうやって道具もねいろいろ揃えたりとか、マフィン型でねちょっと今回はあれやこれやと作って準備しましたが、今日何をすいません、ご挨拶遅れました。おなおドーナツです。こんにちは。今日はですね、スフレチーズケーキに挑戦していきたいと思います。では早速作っていく前にちょっとね、調べてました。まずこういうね失敗があって、スフレチーズケーキ作る時にね、でその原因はこういう生地の混ぜすぎとか、逆に混ぜ足りないとか、そういうことらしいんですけれども、そもそもねまだちょっとね私闇を感じましてスフレチーズケーキ作りの動画を見て闇を感じたんですけれども、すごくねたくさん見ました。もう10個以上見ました。で、全部に共通して言えることが、これをするとうまくいきます、こうしたら失敗しませんっていう作りなんですよ。説明も含めてね。それってさ、おかしくない食べ物として普通のお料理ってどっちかっていうと、こうしたら美味しくなりますよとか、そういうことやんか。そうじゃなくて、こうしたらうまくいきます、こうしたら失敗しませんって、もうめちゃくちゃ失敗する前提やんか。もうそれってそれってさ、なんかちょっと私シュークリームに通ずるものがあって、なんかこれはもう素人の勘がね難しいやつやなっていうのがねちょっとありましたただ全部私見てきましたんで、本当にもう全部と言っていいほど YouTube に上がってるものは調べてまいりましたんで、ちょっとポイントを押さえて作っていこうと思います。はい、ということで生地がある程度できましたんで、オーブン予熱からのメレンゲですね。やっぱりここがなんか大事っぽいですよね。で、今日は有名な料理研究家の先生の作り方をちょっと参考にっていうか、もうそのままちょっとやってみようかなと思いまして、まず高速で1分半混ぜるんですって。で、その後低速にして1分混ぜると。低速にすることでなんか滑らかな生地になるらしいんですね。もう全然分からへんからさ、言う通りやっていきます。で、最終的にはこの角がお辞儀するぐらい、ツンって立てた時にペタンってお辞儀するぐらいがいいらしいんで、やっていきます。でね、ちょっとやってみたかったことがあって、今これねノーカットでちょっと1分半やって、さらにノーカットで低速1分やって、ほんまにできるんかなっていうのをちょっと皆さんに見ていただきたいなと思って。だってね、よくこう早回ししたりね、動画の先生たちって編集してカットしたりしてるから、結局結果しかなんか見えなくて、なんかここってさすっごい大事なポイントやから、素人的にはさ、なんかその加減を見たいやん。なんかごめんなさい、言ってることわかる興奮しちゃったなんかどういう加減でやるのかなっていうのがいつもわかんないから、皆さんにも素人はこんなんなんですよっていうのを逆に見てもらいたくて、ちょっと1分半混ぜますね。なんか作り方として先に砂糖を全部今回入れましたけど、なんか大きな気泡ができずに滑らかにできるんですって。どう ?1 分半の時点やとまだこんな感じやったな、先生も。ということで次低速1分やってまいります。その砂糖の話ね、大きな気泡ができずに滑らかにっていうのがあったけど、もういろんな人のやつ見てたら作り方バラバラで、なんか結構 2,3 回に分けて
このメレンゲ作る時の砂糖ね2、3回に分けて入れてる人とかもいたから、でその先生はねすっごい上手にできてたから、出来上がりなんかね作り方がね結構いろいろでちょっと迷うところですが、あとそうレモン汁も入れたんですけど、先生が言うにはね泡が安定するんやって。正直さ、泡が安定するの意味ちょっとよくわからんかったやんのに安定って何も私が不安定やからなんか安定するって言われてもちょっとよくわからへんかったんやけど、私なんかチーズケーキにちょっと待って、できたわ。どう角どころじゃないけどななんかシャバしてたけどやっぱ私が悪いんでしょうね。こうやってさ、なんていうのこのミキサーをさ自分から動かさなあかんの？なんかすごい指示待ち人間みたいにぼーっと突っ立ってたからあかんかったから、もっとこう自分から回し、どうどうですかこれはでもいいんじゃない？角がお辞儀してるしてるなよしとしましょう。レモン汁の話は概要欄に書いときますじゃあはい、こっからですよ。皆さん参りましょう。逆やん。間違えた。ここまで来て。まず違うな。違う、間違えた。これはいいや。これはいいね。こっちで。リアルタイムオナオどうでしたテンパリリアルタイムオナオ意味不明行動どうでしたわざとかなってもうわざとこの人やってんのかなって思うよなこのもう辛いこのですねちょっと黄色くなってしまった卵白をですね3分の1ずつ加えまして、最初はよく混ぜる。そして、次の3分の1はこの泡立て器でくるくるくるとね、混ぜすぎないと言っていましたが、先生のやつ見てたらね結構混ぜてたんやな。でこの最後の絶対3分の1ちゃうやろっていう量の3分の1を泡立て器とゴムベラも使いまして、このねやっぱり卵白の筋が見えなくなるまで結構混ぜてたんやな。どうですか？いいのかなっていうかもうダメやしな
おこがましいよな、いいのかなとか言ってはい、なんかね7分目ぐらいまで入れるって言われて、もう怯えちゃってね、ちょっと1個分けました。湯煎をしてですね、焼いていきたいと思います。200度で焼いて、焼き目をね最初につけるっていうことなんですがパーンなってましたね焼き目もつかずパーンなってました。で110度で1時間ゆっくり火を通してみました。さてさて、今日は思ってたんとは違う。思ってたんはおこがましくもりくろおじさんだけどよ、これはこれでじゃない？なんかそういう食べ物として見たら、これはこれで美味しそうなスフレチーズケーキができました切ってみます。ごめんなさい、こんな不安定なところで切っちゃって。どうですか？あら中はどう？ちょっとすいません、ピントが。中は意外にいいんじゃないですか？いただきます。絶対信じてもらえへんけど美味しいですよ上はやっぱりさパッカーン割れてるからさ、ちょっとね硬くなってました。ただ割れてない部分はほらシュワシュワってなるやつ、あれがね意外にもできてましたよ。多分信じてないと思うけどほんまにやっぱり何でしょうね、お菓子作りは難しいということではい、もう今日は終わりますご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。